日は冷製ツナトマトパスタを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、冷製ツナトマトパスタを作っていきたいと思います。今回はですね、夏にぴったりな冷製パスタレシピをご紹介していきます。今回はね、定番のツナトマトパスタなんですが、こちらはですね、トマトがたっぷり入った美味しいレシピにしていきます。さらにパスタを茹でる時も今回は火を使わずに電子レンジで茹でる方法をご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。パスタ、トマト、ツナ缶、大葉、こちらの材料で作っていきます。まずパスタですね、今回2人分ですね。2人分で 160g のパスタを使っていきます。こちら1人 80g の計算なので、1人 100g 食べたい場合は合わせて 200g にしていただいても大丈夫です。そしてツナトマトパスタのトマトですね、今回ね、生のトマトを使っていきます。生のトマトがない場合はトマトの缶詰で代用していただいても大丈夫です。その場合は1/2個ぐらい入れていただくとちょうどいいと思います。そしてあとはツナ缶です。ツナ缶は今回はノンオイルのものを使っていきます。こちらはお好みでオイル漬けのものを使っていただいてももちろん OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、めんつゆ、お酢、お砂糖、塩、おろしにんにく、オリーブオイル、こちらの材料で作っていきます。まずめんつゆですね。こちらを今回2倍濃縮のめんつゆを使っていきます。こちら3倍濃縮のものを使っていただいても大丈夫です。その場合はですね、半量入れていただいて、あとは味見をしてお好みで味の濃さを調整してください。そして今回ね、さっぱり仕上げるためにお酢も少し入れていきます。そしてお砂糖ですね。こちらをコクを出すために入れていきます。お砂糖を少し入れておくと醤油の角も取れて、とてもね、まろやかで美味しい仕上がりになります。そしてニンニクですね。こちらはもしニンニクを控えたい場合は抜いていただいて大丈夫です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにトマトから切っていきます。こちら半分に切ってください。そしてヘタを切り落とします。今回ね、トマトたっぷり 300g ほど入れていきます。このトマトの量はね、お好みで変えていただいても大丈夫です。そしたらこちらをだいたい 1.5 から2センチ幅ぐらいで切っていきます。くるっと回転させてまた切っていきます。同じぐらいの幅で切ってください。こんな感じでトマトは食べやすい大きさに切ってください。残りも同じように切っていきます。もう1個もね、同じように切ってください。全部切りました。そして切ったらボウルの中に入れてください。このようにボウルに入れておきます。そしたら続いてツナ缶ですね。こちら一度水切りします。オイル漬けの場合はオイル切りしてください。水気を切ったらこのトマトのボウルの中に入れてください。入れたらですね、ここに調味料を加えていきます。まずお醤油、そしてめんつゆ、あとはお砂糖、そしてお酢、あとはおろしにんにく、そしてオリーブオイルです。これで一度よく混ぜてください。よく混ざれば OK です。そしたらラップをします。そしてこちらは冷蔵庫で一度冷やしておいてください。それでは続いてパスタを茹でていきます。今回はですね、電子レンジでパスタを茹でていきたいと思います。まず大きめの耐熱のボウルを用意してください。そしてここにパスタを半分に折って入れていきます。今回はですね、1.6mm の7分茹でのパスタを使っていきます。こちらのパスタはお好みのものを使っていただいて OK です。こちらをまず半分に折ります。そしてボウルに入れましょう。入れたらここにお水をかけます。今ね、500ml お水を入れてます。パスタがしっかり浸るまでね、お水を入れてください。そしてここに塩を入れます。パラパラパラとね、入れてください。これで軽くね、混ぜましょう。一度ほぐします。
そしたらここにふんわりラップをします。そしてこちらをですね、電子レンジ 600W で10分加熱していきます。こちらの加熱時間なんですが、袋に記載されている加熱時間にプラス3分足して加熱してください。なので今回は7分茹でのパスタなのでプラス3分足してトータル10分レンチンしていきます。 500W の場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してください。今回はですね、手軽に電子レンジで加熱していきますが、こちらを普通にね、お湯でパスタを茹でていただいても OK です。それでは加熱していきます。そしたらですね、加熱している間に大葉の準備をしておきます。まずこの大葉ですね、一度さっと洗ってください。そしてペーパーで水分を拭き取ります。これで拭き取りましょう。そして拭き取ったら大葉を重ねます。そして重ねたら茎を切り落としてください。切り落としたら手前からくるくる巻きます。そして半分に切ってください。あとは切り口を揃えて千切りにしていきます。切ったら適当にパラパラっとほぐして2箇所ぐらい切ってください。大葉の準備はこれで OK です。こちらはね、最後合わせる時に入れていきます。はい、加熱しました。ボウルがすごく熱くなってますので、やけどしないようにだけ注意してください。結構ね、しっかり大きめのボウルじゃないと加熱している最中にお水が吹きこぼれてしまいますので、そこだけは注意してください。そしたらラップを外します。これで一度ね、パスタの硬さをチェックしてください。これで程よい硬さになってれば OK です。この後冷水で締めるので、ちょっと硬いなと思った場合はプラス1分ぐらいですね、加熱してみてください。では湯切りします。そして湯切りしたらですね、冷水で冷やしていきます。これでね、パスタを冷やしていきましょう。もしね、今の時期お水を出してもちょっとぬるいなという時は、少し氷水の中に入れて冷やしていただいても OK です。はい、でパスタがしっかり冷えたら水切りします。では最後ね、合わせていきます。まずね、冷やしておいたこちらのトマトなどを取り出します。そしてこの中にパスタを入れてください。そしてあとは大葉も入れます。これでよくあえてください。ちょっとね、パスタを水で締めると少しね、水っぽく感じやすいので、最後味見をしていただいて、ちょっと味が薄いなと思ったらめんつゆまたはお醤油を足して調整していただくといいかなと思います。このようによく混ざれば OK です。あとはこちらをお皿に盛り付けてください。はい、これで冷製ツナトマトパスタの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにトマトもたっぷりでとても美味しそうに仕上がってます。最後は上に黒胡椒をかけてます。こちらはお好みでかけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。さっぱりしてすごく美味しいです。そして大葉の香りも効いてて、トマトもとってもみずみずしいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の冷製ツナトマトパスタのポイントです。まずパスタなんですが、今回はベーシックな 1.6mm のパスタを使ってます。こちらはお好みのものを使っていただいて OK です。そしてトマトですね、今回は2つで約 300g ほどのトマトを入れてます。このトマトの量はお好みで調整していただいて大丈夫です。大葉もですね、こちらも調整して作っていただいて大丈夫です。そしてまずはじめにトマトを食べやすい大きさに切って、そしてツナとあとは味付けの調味料と合わせて混ざったら冷蔵庫でしっかり冷やしてください。今回ソースにめんつゆを入れてます。このめんつゆは2倍濃縮のものを使ってますが、こちら3倍濃縮などでも大丈夫です。その場合はまずね、半量だけ入れていただいて、あとは味見をして味の濃さは好みで調整してください。パスタを入れるとね、ちょっと味が薄まる時もありますので、一番最後にね、チェックしていただくといいかなと思います。そして今回パスタなんですが、こちらはレンジを使って茹でました。こちらは普通にお湯で茹でていただいても大丈夫です。レンチンするときはですね、まずパスタを半分に折ってボウルに入れて、パスタがしっかり浸るぐらいまで、だいたい500から600ぐらいのね、お水を入れて、そしてそこに塩を入れてレンチンしてください。加熱するときは必ずラップをしてレンチンするようにしてください。この時ですね、ボウルが小さいと加熱してる時に吹きこぼれたりしますので、大きめのボウルでレンチンするようにしてください。この
加熱時間に関しては袋に記載されている時間にプラス3分足して加熱するようにしてください。ただですね、作る環境によってパスタの茹で具合が変わると思いますので、こちらはね、もし硬い場合はもうプラス1分から2分ほど加熱してみてください。そしてその後しっかりパスタを冷やして、そしてパスタが冷えたらソースと合わせて仕上げてください。今回は2人分で 160g のパスタを入れてますが、こちらはね、1人 100g 食べる場合は 200g にしていただいても大丈夫です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は冷製ツナトマトパスタを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。